猟奇的殺人を繰り返す呪われた人形。これをテーマにしたホラー映画の金字塔、チャイルドプレイ。実はこの映画、モデルとなった人形が実在する。その人形の呪いとは。はい、登録者10万人いったらホラー映画撮りたい。ケンちゃんです。どうも、ヤミヤミコでーす。グーってお前初夏から湧きやすい。やばそうやな。なんでよ、今グーって言ったじゃない。やばっ。みんな好きって言ってくれるもの、コメント欄で。いやそうなんすよ。やっぱね、ヤミコさん見た目強いから僕の方はね、あんまりコメント来てなくてちょっと寂しいなって時は。あんたまた私と一緒で同情誘ってるわね。それは入れないで、それは入れないで、本当に。はい、というわけで本日は実話を元にしたホラー映画シリーズ、また来たわ。第2弾ですね。はい、今回ご紹介するのは超有名な呪いの人形、チャッキーが出ているチャイルドプレイです。この映画は1988年に公開された連続殺人犯の魂が乗り移った呪われた人形が猟奇的な犯罪を数々と繰り広げるスプラッターホラー作品なんです。そもそも映画内に登場するチャッキーは、ある殺人鬼がブードゥー教という宗教の呪いの秘術を使って自らの魂を人形に乗り移らせたことで生まれたのだが、実はこのチャッキー、モデルとなった呪われた人形が現実世界にも存在しているというのだ。悪魔の人形ロバート。1906年、後にアメリカのアーティストとなるロバート・ユージン・オットーという名の少年に、バハマ出身の召使いが奇妙な人形を送ったことが始まりでした。この使用人は解雇された使用人で、その腹いせのためにブードゥー教の呪いをかけた人形をロバートにプレゼントしたのです。その時渡された人形の実際の写真をお見せしよう。ロバート少年は一目でその人形を気に入り、自分の名前をつけて母親にこう言ったのです。今から僕のことはジーンと呼んで。だってロバートがそう言うから。そう告げると、自分のロバートという名前をその人形に授け、自らをジーンと名乗るようになりました。このジーンのことをよく知るコリ・コンベルティソ氏によると、ジーンはその人形をどこにでも持っていきました。彼は人形が生きていて、まるでそれが自分であるかのように一人称を使って話していましたと述べています。それから家の中ではたびたび奇妙な出来事が起こるようになったのです。家具が一人でに倒れたり、おもちゃが引き裂かれたりするようになりました。また夜中になると原因不明の音が家の中から聞こえてきたり、ドアが勝手に開くなどのいわゆるポルターガイスト現象が多発していたのです。次第にジーンはロバートと共に部屋から出なくなり、引きこもっていきます。そしてある日、両親はジーンがベッドの上で何かに怯えている様子を目撃しました。一体何があったのかと問い詰めると、彼はロバートがやったと繰り返すばかりでした。それからも不思議な出来事が続いたため、ついに家族も人形が元凶だと考えるようになりました。でもなんかこのロバートって人形を作ったブードゥー教ってすごくない？ちょっと怖いですけどね。私もブードゥー教入信してみようかしら。ブードゥー教だよ。オットー家に居候していた叔母の提案で、ロバートは鍵付きの箱に入れられ、屋根裏部屋に隠されることになりました。しかしその翌日、その叔母はベッドの上で謎の死を遂げていたのです。結局この叔母の死因は脳卒中ということで、事件性がないと判断されてしまいました。ジーンと話され閉じ込められたことに怒ったロバートがやったと確信したオットー夫妻は、すぐにロバートをジーンに返したといいます。ジーンは大人になってからもロバートを手放さず、どこに行く時も一緒だったといいます。ジーンは1930年にフランス人女性と結婚するんですけど、家族の食卓にもロバートを同席させるなど、その偏愛ぶりはまさに異常。結婚生活にも支障をきたすほどだったんです。そしてジーンはいつもロバートを見晴らしのいい屋根裏部屋に座らせていたんです。この時でさえ多くの目撃者により、このロバートが移動したり表情を変える姿が多数目撃されていました。屋根裏部屋の配管工事に訪れたある男性は、ロバートが一人でに動く姿や不気味な笑い声を発する姿を耳にしたせいで、仕事途中で道具も残したまま逃げ帰ってしまったんです。そして1974年にジーンが亡くなると、オットー家の自宅はマートル・ロイターという女性に買われました。ロバート付きで。いや、なんかロバートついてくるなんてハッピーセットね。いやーハッピーだよ
家を買ったマートル・ロイターによると、この家では奇妙な足音や笑い声が聞こえ、ジーンの名を口にするとロバートの表情が変化したといいます。さらにロバートは部屋の間を移動するという恐ろしい能力がありました。1994年、ロバートはアメリカ・フロリダ州にあるイースト・マーテロー博物館に寄贈され、今もガラスケースの中に展示されているんです。この人形を撮影すると、なぜかブレたりするという怪奇現象が起こると噂されているんです。また来館者はロバートがいる部屋に入る前に挨拶をして、さらに写真を撮る前にもロバートに許可を得るということが義務付けられているんです。それにはある理由があるんです。ロバートの報復。ガラスケースの周りには来館者やファンからの手紙が陳列されているんですけど、どれも過去にロバートを無許可で撮影し報復にあったとされる人々からの謝罪文なんです。これはキャシーという女性が実際に投函した謝罪文です。ロバート、大きな声で写真を撮っていいか聞かなくてごめんなさい。その時から夫が指輪にはめ込まれていた1カラットのダイヤモンドをなくし、私は肩の筋肉を断裂してしまい、娘の結婚式はキャンセルになりました。すべては私が家に帰るまでに起こったことです。本当にごめんなさい。どうか許してください。ただでさえ人生は苦しいのですから。心を込めて、キャシー。映画チャイルドプレイのチャッキーと同じように、ロバートの中には犯罪者の魂でも閉じ込められているんでしょうか。いやてかロバートまだいるの？まあそうなんですよ。燃やされてもね、いいと思うんすけど、燃やした人にもまた呪いが起こって、結局多分連続しちゃうみたいな。本当に呪いって本当なのね。語彙力世界を裏で牛耳る秘密結社フリーメイソンの真相とは。